世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は他国も信頼を寄せる日本の偽造防止技術に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。電子マネーや QR 決済などキャッシュレス決済が普及している昨今、そんな中でも今も何かと使う機会があり、現金を財布に入れている人も多いと思います。現在普及している硬貨や記念硬貨は、独立行政法人である造幣局が製造。その造幣局ですが、実は海外の貨幣製造にも携わっていることをご存知でしょうか。2007年から始まった外国貨幣製造は、2023年2月までで10カ国15種類の外国貨幣を製造しています。その多くは記念硬貨と呼ばれるもので、主に日本との外交関係樹立記念といったものが大半。2007年のニュージーランドドル記念銀貨幣から始まり、2012年の日本スリランカ国交樹立60周年記念1000ルピー銀貨幣や、最新のものだと2022年の日本バングラデシュ外交関係樹立50周年記念50高銀貨幣の製造など、次々と記念貨幣の製造を請け負ってきました。ただ、これらの記念貨幣は数としては数千枚から数万枚程度で、そこまで多くはありません。しかし、記念硬貨ではなく、外国の一般流通貨幣を手掛けたこともあり、一般流通となると、その発行枚数は桁違い。それが2012年にバングラデシュ中央銀行から受注した2高貨幣の製造。その発行枚数はなんと5億枚。令和3年に発行された新500円硬貨は1億7000枚ほどでしたので、驚異的な数字ですね。これは戦後初めての一般流通する外国貨幣製造の受注で、イギリス、オランダ、ドイツ、スペインなどの強国らと行われた国際競争入札で競り勝ったものです。2016年には同じく国際入札にて請け負ったジョージアの一般流通貨幣である20手取り貨幣1400万枚を製造しました。今後もアジアや中東、アフリカなどに売り込む意向を示しています。さて、現在日本で流通している貨幣の中で最も高価なものは500円玉。実はこの500円玉は世界的にも珍しい存在。海外ではこれほど高額な額面の硬貨を見ることはあまりなく、2023年2月時点のレートで見ると、ユーロで最高額の2ユーロ硬貨で約288円。イギリスの最高額硬貨2ポンドは約320円。唯一スイスの5フラン硬貨が約725円と500円玉より高い硬貨となっています。これも円安の影響で5フランが高くなっていますが、数年前までは500円玉の方が高い硬貨でした。いずれにしても日本の500円玉は世界でも価値の高い硬貨の一つなのです。そのため日本政府はこの500円玉の偽造防止には特に力を入れており、先ほども少し触れた令和になって新しく発行された新500円玉にも高度な技術が施されています。大きな特徴は2色のバイカラーになったこと。異なる種類の金属板をサンドイッチのように挟み込んで作成したコア部分を、さらに別の種類の金属でできたリングの中にはめ合わせて作られています。異なる素材を複数使用することで、より精度の高い判別が可能に。さらに側面には斜めのギザが施されていますが、その間隔が均等ではなく、一部が少し異なる形状をした異形斜めギザを新たに採用。この技術が通常貨幣、大量生産貨幣に使用されるのは世界で初めてのこと。技術的にも視覚的にも偽造抵抗力を抑える効果があり、実際にこれによって偽造が非常に難しくなったそうです。一つ前に流通していた500円玉にも斜めギザ技術が施されていましたが、ギザの間隔は一定でした。
こちらはそれをより発展させた技術と言えます。また硬貨の縁には微細文字と呼ばれる非常に小さな文字が上下左右の4箇所に刻まれています。この他にも見る角度によって文字が現れる線像や転写などによる偽造を防ぐための微細点など、従来の500円玉に導入されていた偽造防止技術も引き続き利用されています。この日本の貨幣製造技術に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本が海外の貨幣製造に乗り出しているなら、うちの国も作ってもらおう。偽造されないものを作ってくれるじゃん。私は高度な技術力の方が欲しいな。でも日本人だから可能なんだろうな。日本人の丁寧な仕事ぶりがよくわかる。竹模様も繊細で綺麗だね。これなら偽造は無理でしょうね。他には真似できない技術だよ。昔どこぞの国が悪さしてたのがニュースになったけど、もう無理だろうね。マイクロ文字を金属に印刷してるだと？日本の技術にびっくりだ。日本は職人の国だもの。細かい部分まで再現度が素晴らしい。正直この500円は1000円以上の価値があると思う。ここまでしないと偽造はなくならないのか。そりゃ俺の国で偽物が後を絶たないわけだ。日本のお金は綺麗。どれも模様が繊細で美しいから。きっと優れた技術を使っているからこんなに綺麗なのね。以上が海外の人々の反応でした。偽造防止技術の高さに驚きの声が寄せられていましたね。昨今急速にキャッシュレス決済が普及してきたとはいえ、未だに世界有数の現金大国である日本。硬貨や紙幣の偽造防止技術が世界最高レベルを誇るため、現金への信頼度が高いことも現金主義の理由の一つ。日本ではおよそ20年ごとに新しいお札を発行しており、その度に偽造防止技術やデザインを新しくしています。20年も経つと印刷技術も大幅に進歩するので、その分偽造の危険性が高まってしまう懸念が発生。偽造されたお金が出回らないように、現金の信用度が落ちないようにと定期的に変更しているのです。現金の信用度が高いのは素晴らしいことですが、一方でキャッシュレス決済の普及が遅れている原因の一つにもなっています。日本でのキャッシュレス決済の普及率は2022年度のデータで約 30% 程度。これは世界で見てもとても低く、90% 以上普及している韓国や 80% の中国を筆頭に、オーストラリアやカナダ、イギリスなども 50% を超えていて、日本の普及率が低いことがわかりますね。政府は2025年には 40% に、将来的には 80% の普及を目指しているようです。キャッシュレス普及を推し進めたい理由としては、慢性的な人手不足を補うため、現金決済のコスト削減、訪日外国人向けの消費拡大などが挙げられており、キャッシュレス決済は効率的にも経済活動的にも遅かれ早かれ普及していくことになるはずです。一方で、2024年にはまた新しい紙幣が発行されることになっています。この新紙幣のデザイン刷新へのコストは約7700億円。500円硬貨の素材や技術の対応にかかった約4900億円と合わせると、合計で1兆2600億円ものコストがかかると見込まれています。さらに、現金の運用コストは年間で約2兆円とも言われており、キャッシュレス決済を推し進めているはずが、これらの莫大なコストをかけてまで新たに紙幣や硬貨のデザインを変更するというのは矛盾しているようにも感じます。もちろん、せっかく高度な技術を駆使した現金の信用度を落とすわけにはいかないという理由はうなずけます。
キャッシュレス決済の普及についても他国では偽造貨幣が流通していて、現金の信用度が低いあまりにキャッシュレスが普及したという国もあり、信用度の高い現金が使える日本とは事情が異なります。また、不正利用や個人情報漏洩の不安や災害などの際には停電により利用できなくなるなどのデメリットもあるため、今後も現金主義の人は一定数いることが予想されることから、偽造防止のための刷新は必要なことだと言えます。しかし、そういった理由とは別に、政府にとって厄介者への対応も陰ながら含まれているのです。その厄介者というのがタンス預金。タンス預金とは、生活費以外のまとまったお金を預貯金として自宅に置いておくこと。意外なことにキャッシュレス決済が広まりつつあるにもかかわらず、紙幣の流通量はむしろ増えていて、日本銀行によると1万円札の発行高は2022年12月で約116兆円。現在流通している紙幣のデザインに切り替わった2004年の約65億円と比べると、20年経たずして大幅に増加していることがわかります。この背景にあるのがタンス預金の存在。国内のタンス預金は100兆円を超えるとも言われており、その額は年々増加傾向にあります。しかも、ただ眠っているだけでなく、マネーロンダリングに使用されたり、脱税に使用されたりする危険性もあるため、政府はこのタンス預金を減らしたいと考えているのです。また、タンス預金をあぶり出すことで消費や投資を活性化させることも狙っていて、それには紙幣のデザイン刷新が一役買うことになるのです。お札が新しいデザインになっても古い紙幣はそのまま使用できますが、大量に使うとなると躊躇してしまうもの。デザインが変わる前に使ってしまおうという考えが働くことを期待しているのです。また、高額な取引で旧札を使うというのは違和感があるため、犯罪防止効果も期待できます。キャッシュレス推進と新紙幣発行は一見矛盾しているようにも思えますが、新紙幣発行によってお金に新たな流れができて、キャッシュレスと現金、タンス預金のバランスが変化していくことになります。今後もより普及していくキャッシュレス決済の追い風になることも考えられるのです。今後20年を考えると、世界的にも現金の保有や利用はさらに減少すると考えられ、日本でも現金利用率は減っていくと見られています。それに応じて貨幣製造量も減少していくと予想されるので、もしかしたら2024年の新紙幣が最後の紙幣刷新になるかもしれません。日本の凄技が詰め込まれた新紙幣、早く見てみたいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはミナがお送りいたしました。